こんにちは。スプレッドシートは Google が提供している Excel に最も近い表計算ソフトで Google Chrome などのウェブブラウザで使われます。検索窓にスプレッドシートと入力して専用ページへアクセスしてみましょう。Google スプレッドシートを使ってみるから空白をクリックしてください。すると新しいスプレッドシートが作成されます。Google ドライブからも新規で作成、または既存のスプレッドシートを開くことができます。ファイル名を使用目的に合った名前に変更してみましょう。画面の上部分のボタンを説明します。これはメニューバーとも言われます。ファイルでこの全体の設定や操作をします。編集でセルの内容を編集したり操作を元に戻させたりできます。表示で今見てる画面上の表示を設定します。挿入で画像やリンクまたはグラフなどの挿入やセル自体の編集をします。表示形式で文字の色や太さまたは大きさなどを編集します。データでフィルターや並び替えまたはドロップダウンリストなどの追加をします。ツールではより高度な操作や設定を行うことができます。アドオンでは外部機能が使えます。ヘルプでショートカットや関数の一覧が確認できます。右端のこのボタンを押せば非表示にさせることはできますが、主には入力画面を大きく広げたいときに隠します。しかし、作業中はこのメニューバーはあまり使われません。理由は、主にはメニューバーの下にあるアイコンやキーボードのショートカットキーが使われるからです。では、実際に仕事でよく使われる操作方法を確認してみましょう。まず、Excel やスプレッドシートにおいてデータの入力で使われる最も小さな単位はセルと言われます。これらは縦と横の線でマス目状に区切られています。文字や数字などの情報はこれらのセルへ一つずつ入力されるか、あるいは多くのセルに一度に入力されます。文字のデザインを変更してみましょう。フォントを変えさせたいときは、デフォルトと書かれたボタンを押すと変えることができます。隣のボタンで大きさを変更できます。太字にさせたいときは上のバーの B ボタン、またはキーボードのコントロールと B を両方押します。もう一度押すとリセットされます。この B は英語のボルトの頭文字です。斜めに傾けさせたいときは隣の I ボタンまたはコントロールプラス I キーを押します。この I はイタリックの頭文字です。その右のボタンは取り消し線でキーは Alt、Shift、5ですがあまり使われないでしょう。色を変更させるときは隣の A ボタンで変更できます。入力した文字のコピーはコントロール C キーです。この C はコピーの頭文字です。コピーした場所が青い点線で囲まれていたら OK です。コピーした文字の貼り付けはコントロール V です。この V が何の頭文字かは不明ですが、C の隣の V を貼り付けのキーにすれば操作がしやすいためではないでしょうか。他のやり方もあります。下へ複製させたいときはコントロール D、右へ複製させたいときはコントロール R を押してください。この D はダウンの頭文字で、R はライトの頭文字です。文字を切り取って貼り付けさせるときは、コントロール X を押してからコントロール V を押してみてください。マウス操作でも同じことをさせるときは、対象のセルを選択してからクリックしたまま動かしてみてください。操作を戻したいときは、一番左のアイコンの左矢印ボタン。もう一度同じ操作をやり直すときは、その隣の右矢印ボタンを押してみてください。これらもキー操作でコントロール Z を押すと戻り、コントロール Y を押すとやり直すことができます。入力した文字の削除をしたい場合は、デリートキーを押します。セルの操作をしてみましょう。セルを選択するには、マウスで直接選択するか、または矢印キーで目的のセルまで移動させます。複数のセルを選択させるには、マウスをクリックしたまま目的のセルまで動かすか、もしくはシフトキーと矢印キーで操作してみてください。入力されているセルの端まで移動させたいときは、コントロールプラス矢印キーを押してみてください。
空白セルの端まで移動させたい場合も操作は同じですが、一つ先の入力されているセルで止まります。入力されているセルの端まで選択させたいときも似たように操作します。コントロール、シフト、矢印キーを押してみてください。空白セルの端まで選択させたいときの操作も同様に、一つ先の入力されているセルまで選択されます。セルの編集をしてみましょう。このペンキのアイコンを押すとセルに色を塗ることができます。選択したセルに枠線を追加したいときは、隣のアイコンを押してみてください。枠線を入れる箇所や色、または太さ、そして種類を変えさせることもできます。2つ以上のセルを結合させるときはこのアイコンを使います。このあたりのアイコンはセルの中の文字の位置を整理させるために使います。左揃え、中央揃え、右揃え、上揃え、下揃えなど、文字をセルからはみ出させるようにしたり、またはセル内で押さえさせたり、そしてセルの幅に合わせて改行させたりできます。文字を縦書きに変更させることもできますが、これはあまり使わないでしょう。行と列を編集してみましょう。行とは画面左にある番号が振られている単位で、同じ番号のセルのことです。列とは画面上部分にあるアルファベットが振られている単位で、同じアルファベットのセルのことです。今このシートで選択されているセルは C の6です。同じ行をすべて選択させたいときは行の番号をクリックします。同じ列をすべて選択させたいときは列のアルファベットをクリックするかコントロールスペースキーを押します。でもこのショートカットキーを使って選択させるときは文字列や数字の入力が複数続く列で、かつその文字列のセルの上で同じ操作を行おうとすると入力が続く範囲だけが選択されます。その場合はもう一度コントロールスペースキーを押してみてください。この状態でコピーしてから貼り付けをすると、行または列全体の入力情報が反映されます。行や列を移動させるには、対象の行または列を選択したまま縦または横に動かしてください。行を追加させたいときは、行番号を右クリックして、1行を上に挿入、または1行を下に挿入をクリックします。列を追加させるときも同様の操作です。この操作のショートカットキーは4パターンあります。行の上に追加させる場合は Alt-IR、行の下に追加させる場合は Alt-IW を押してみてください。列の左に追加させる場合は Alt-IC、列の右に追加させる場合は Alt-IO を押してみてください。Google Chrome 以外のブラウザでは Shift キーも一緒に押してみてください。行の高さまたは列の幅を変更させるときは、対象の行または列を選択してから行または列の境目の矢印をクリックしたまま動かしてみてください。複数の行または列を選択して同じ操作をすると、選択した行が同じ高さまたは同じ幅になります。行または列の境目をダブルクリックすると、文字列の長さまたは段落に自動で幅または高さを合わせてくれます。また、幅や高さを数字で入力して調節させることも可能です。行や列を非表示にさせるときは、対象の行番号または列のアルファベットを右クリックして行を非表示または列を非表示をクリックしましょう。慣れてきたらショートカットキーを使うことをお勧めします。行を非表示にさせるときは、コントロール Alt-Q。行を再表示させるときは、コントロールシフト Q を押してみてください。列を非表示にさせるときは、コントロール Alt-0。列を再表示させるときは、コントロールシフト0を押してください。行や列を削除させるときは、行番号や列番号をそれぞれ右クリックしてから、行を削除または列を削除をクリックしてみてください。セル上で右クリックしても同じ選択肢は出ますが、行と列を間違って削除させてしまう可能性があるため、この方法はお勧めしません。この操作のショートカットキーは2パターンあります。行を削除させるときは、Alt-ED を押して、列を削除させるときは Alt-EE を押してみてください。すべてのセルを選択したいときはこのボタンを押してみましょう。または Ctrl-A です。
下のシート部分を編集してみましょう。左のプラスボタンを押すと仮の名前でシートが作られます。各シートの下三角ボタンをクリックするとシート全体の編集メニューが出てきます。名前を変更ボタンを押して名前を変更してみましょう。他にはコピーや色の変更または非表示、そして削除などの操作ができます。シートをクリックしたまま動かせば横に移動ができます。次回はスプレッドシートの使い方の基礎後編と Excel との違いについて解説していきます。それではまた次回の動画で会いましょう。字幕のデザイン設定で影をつけることができます。他にも色やフォント、大きさや背景の透明度も調節可能です。一度設定をしてみてはいかがでしょうか。質問やリクエストはコメント欄にてお待ちしております。スキルアップのためにぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。